週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部55話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回54話でアイラと雫の謎解き。今までにないくらいテンションが上がるアイラはガレージに行こうと言い出し移動することに。55話では謎解きをする2人。推理を進めていくとアイラが何かひらめいた様子で。我らが探偵部1から55話公開中です。3人同好会42話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回41話では金谷を人間に戻してほしいと宣言するりくの視点。ミュウが呪文を唱えると人形の金谷が本当に人間として現れ、そのまま教室から逃げ出してしまう。42話はミュウの元へ向かおうとする鉄の視点。鉄はどうしても行く決心がつかない様子。それを見たミクは自分とさくらだけで行こうと言い出し。3人同好会1から42話公開中です。君と私たちの友情日記4話。この物語は突然ある異世界高校へ行くことになったプレイヤー。そこでは様々なタイプの女子高校生がいて、天然、優等生、天才、お嬢様、個性豊かな仲間たちが続々登場。試験、文化祭と高校生活を体験し、全力で仲間たちとの日常を楽しみながら過ごしていくコメディ作品です。前回3話ではテストがあることを知り落ち込む理科。一方綾音は先生の一音が気になっている様子でした。話の流れで時間が止まるよう宣言するプレイヤー。すると本当に時間が止まり、この世界を作った神から次のテストで理科が赤点なら世界滅亡という試練を与えられ混乱するプレイヤー。4話では時間停止が終わり、理科が急にリンゴを連れてくると言い出し、君と私たちの友情日記1から4話公開中です。キャンバス4話。学園に特待生として入学した主人公は天才的な絵の才能を発揮し、数々のコンクールをものにしていく。しかし自分の才能が次第に学園の売名行為に利用されているのではという疑念から大人に対しての嫌悪感が湧いてくる。全てが嫌になりキャンバスの前に立たない日々が続いた。そんなある日、学園長から次のコンクールでそれなりの結果を出さなければ特待生の資格を剥奪すると宣言される。絵を描く情熱と才能を喪失した主人公。しかし周囲の女の子たちの交流から彼は変わり始める。こちらは恋愛アドベンチャーゲームキャンバスをハッチポットで VR アニメ化した作品となっています。前回3話は美術部には向かわず帰る主人公。空を眺めながら歩いていると女性とぶつかってしまう。ぶつかったお詫びとして荷物を女性の家まで持っていくと、そこは主人公の隣の家。話をしていくとその女性は主人公が幼い時にお姉ちゃんとして接していた篠宮優と判明。4話では10年近く放置していた家を掃除しようとする優を手伝う主人公。優との再会にその日の夜、主人公は昔の出来事を思い出して。キャンバスプロローグから4話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。初めの話は無料で見れますよ。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。